おだすこちこんぼポテトイチョポテトぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ダッシュ測定やってなかった分やって今後の検証につなげてみよう。やっていきたいなと思います。以前ですね、このダッシュスピードですね、ここについてやってきましたけども、104までかな、やってきましたよと。で、今回はこの前のところですね、76から86ぐらいのところですかね、だいたいこの辺、80前後のところですね、この辺がですね、結構大事だと思うので、これやっていきたいなと思います。その上でですね、その先の検証にもいろいろつなげていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させていきます。1秒間60コマです。ペナ内の時間を測っていきたいなと思います。で、こんな感じでですね、タッチラインのところからですね、走ってきて、ペナに入った瞬間、ここを0秒と、スタートとしてですね、こっち側の反対側のペナを出るところまでで、ゴールという感じでやっていきたいなと思います。で、今回使っていく選手はトーマス・パーリーですね。このトーマス・パーリーですね、76から99までスピードが速くなりますから、そんな形でやっていきたいなと思います。一旦以前と仕様が変わってないか、これを確かめていきたいなと思います。はい、まずはですね、以前の検証結果がこれで、これがですね、4秒の何コマだったかを示しているグラフになるんですけども、トーマス・パーリーを使ってですね、86、そして99でですね、再度測定し直しました。で、同じ仕様であれば同じような記録になるであろうというところで、86は42コマ、99は34コマ、35コマぐらいですかね、なっていたよということでやっていきましょう。はい、ということで、まずは86のトーマス・パーリーですね。仕様が変わってなければ、はい、ということで42コマぐらいですかね。そうですね、変わんないと。で、99のトーマス・パーリー。トーマス・パーリーがまずスピード99まで行くっていうところがあれなんですけども、はい、34コマ出ましたね。35コマ、大丈夫ですね。はい、ということで、ここまで見た感じは仕様はやっぱ同じっぽい、変わってなさそうな感じですかね。なのでこのままねやっていきたいなと思うんですけども、でちなみに今までの検証結果でですね、スタミナ、瞬発、体重、そして身長もですね、関係ないと。この検証においては関係ないと。十分ダッシュしてきてますから、瞬発も関係ないということは分かっておりますので、それを踏まえた上で見ていければなと思います。ということでですね、こっからが本番になっていきます。いきましょう。さあ、76からね見ていきますよという形になっていきます。はい、こんな感じで、4秒53コマでしたね。はい、ということで、こっからはですね、一気に見ていきます。77ですね。ちょっと一つについて何本かを取ってきてはいるんですけど、皆さんに見せるのは1本分ずつぐらいですかね。見た目でね、スピード変わるのかっていうのも見ていきたいですが、79まで来ました。50コマですね。80、スピードが80ですね。ここで一気に上がったりとかはないのかな。49コマ来ましたね。81、スピードが81。48コマ。スピード82。一気に上がりましたね。83、スピードが83ですね。44コマ、84。多少のね、1コマ2コマの差はあるかもしれないですけどね。で、最後ですかね、85。はい、見ていただきました。ということで、なんかあれですね、前回よりも順調に顕著にね、スピード数値が関与して速くなってるのが分かりますよね。今まではね、ちょっと同じ数値も結構あったんですけどね。はい、ということで、もちろんですね、グラフにまとめてきましたよ。こういうの欲しいんでしょ？もう欲しがりさんなんだから。じゃあ行きましょう。こうなりました。はい。ということで、ちょっと詳しく見方説明していくんですけど、この縦のね、軸左側の55から始まっている、これがですね、4秒の何コマかというところ。で、下の76から始まっている数字、105までの数値が、スピード数値ですね。スピード数値になっていますよという形になっていきます。で、この青い四角がですね、実際に記録した記録ですね。この青い四角が濃いのはですね、その分多くそのタイムを測定しましたよという形になっていきます。はい、ということで、ざっとこれね、全体的に見るとですね、ぐわっと89ぐらいまでですかね。順当に上がっていって、そこからちょっと伸び率が緩やかになっているのがわかるかなと思います。はい。なので逆に言えばですね、そこまでは順当に上がってるんですね。スピードが1でも上がったら結構速度上がってましたね。ということはね、80後半ぐらいまではやっぱ
ぱり1でも多く上げといた方がなんかこう違いとかは感じられやすいのかなと、上げたいなというような気持ちにはなりましたかね。で、これは結構上がったのはわかるんですけど、あえてね、いろんな人の参考になるようにですね、あえてちょっとね、実際どう違うのか、見た目で違うのか、ちょっと比べてみました。左から76、80、85、99で比べてみたんですけども、見た目でいくとどうですかね。はい。なんかこう走ってる途中の姿を見るとね、そんなに変わってないのかなって気もしなくもないんですけど、やっぱゴールまで来るとですね、そこは結構違いは出てきてるのかな。こう見ちゃうとね、違いは感じますよね。初期値が仮にですけど80だった場合って、タレントポイント6ですね。6振るだけでこの差が生まれる。80と85のね。この差が生まれるって考えたら、やっぱ上げておきたいなみたいな気持ちもしますよね。で、逆に言えば、これくらいしか変わらないとも言えなくはないですね。99に上げたところでこれぐらいしか変わらないのかみたいなね。なのでこの辺はねちょっとね捉え方変わってくるかな、いろいろ人それぞれ違うかなと思いますので、皆さんはどういった気持ちましたかね。はい、というところでこの辺の違いが分かったので、今日は結論です。89までは1でも高い方が速くなるとします。はい、ということで、いろいろ見ていただきましたけども、結果的にですね、特に鈍足系ですかね。鈍足系は1でも多くね、上げとくといいかな。なんか違いは感じられやすいのかなとは思いましたね。なんかこの選手に別にスピード求めてないみたいなパターンもあると思うんですけど、少なくとも4まではね、上げといた方がコスパはいいかな。とは思いましたね。4だけで結構違いは感じられるかどうか別として、数値は違い出てるかなと思います。逆に89以上はそれなりに上げないと、93、95とか97とかね、それぐらいまで上げないとなかなか違いは感じられにくいかな。逆に言えばコスパ悪いみたいな言い方しちゃうかもしれないですね。とは言いつつですね、結局スタミナとかキック力の関係でね上げちゃったり、するんですけどね、結局ね。ただこの辺はぜひ鈍足系を特にね、参考にしてみていただければなと思います。ライカルトとかもね今来てるしね、そんな感じかな。で、あとは5刻みの違いっていうのかな。この5刻みの法則みたいなところは見た目以上の効果はちょっと現状ではあまりなさそうかな。90乗ったから速いっていうことでもないっていうことですね。ただこの見た目って実は大事だけどね。結構大事ですけどね。こんだけ検証している俺が言うのも変なんですけど、やっぱりこのインフトってメンタル系の部分はかなり、あるので、大いにねやっぱ90乗ってるっていうねこの事実が結構大事なような気もしますからね。であとは冒頭に言ってる通り、この検証だけでどうこうっていうことではないんですけどね、一旦確かめたかったっていうのもあります。なので今後ねやっぱり調子とかね、この辺の検証にはつなげていきたいなと思います。ということでですね、今日の動画参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。特に鈍足の選手のねこのスピードの違いとかがねなんとなく見えてきたので、そこは良かったかなと思います。で、調子の検証ね、やっていきたいんですけど、多分これを皆さんが見てる時には多分僕は次のね調子の検証の動画を作ってるんじゃないかな、検証してるんじゃないかなと思うんですけども、メンテ中に上げられるかな。メンテ中上げられなかったらごめんなさい。明日か明後日かわかんないけどに上げたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。編集中のじゃがいもにエールを送っておきます。頑張れ。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、というところで今日はねダッシュについてやってきました。瞬発とは違ってね距離があるんで、それなりに結果も出しやすかったのかなと思います。他の検証にもねつなげていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。